氷の上の戦いを終えたフィギュアスケートの宇野昌磨選手。宿泊先へ戻ってきました。華やかな舞台を離れれば表情は一変。至ってマイペースです。まず靴下も脱がずゴロンとなってゲームですね。でそのまま疲れてると携帯開いて靴も履いたままこのまま寝てます。で夜中の3時4時ぐらいに起きて、あ、やばい、何も靴も脱いでないんで好きなものにはとことんこだわる宇野選手。ボリュームたっぷりの肉料理で元気を出すのがルーティンです。美味しいです。3食肉も多いですね。普通に。でも肉を食べない日ないですよね。サラダとかは？そうですね。年に1回食べますかね。素顔は無邪気な20歳の青年。ピョンチャンオリンピックでメダルの期待がかかります。この1年、驚異的な成長を遂げた宇野選手。正確な4回転ジャンプ、高難度の技でトップスケーターへの階段を駆け上がってきました。自分の成長を自分でも認めることができているのかなと、今年もトップ争いに戦っていきたいなと思っています。強豪ひしめくフィギュアスケート男子。今4回転ジャンプの種類と回数を増やして飛ぶ選手が相次いでいます。4回転ルッツ、きれいに決まりました。4回転だけでは勝てない。宇野選手が取り組んだのが表現力の強化。オリンピックシーズンを前に海外で音楽の表現を見つめ直しました。さらに得点源となる演技終盤の連続ジャンプ。しかし安定して決めることができず、自信が揺らいでいきました。もうなんかどんどん悪い方に向いてしまって、トップになるには全然力は足りない。間近に迫ったピョンチャンオリンピック。宇野選手が幼い頃から憧れていた舞台です。オリンピックに出て金メダルを取れたら取りたいという、いつか果たしたい夢です。磨いてきたジャンプと表現、オリンピックでどう出し切るのか。高い壁に立ち向かい続ける挑戦の日々を追いました。去年春、シーズンを締めくくる世界選手権。男子は4回転ジャンプを競い合うかつてないハイレベルな戦いとなりました。アメリカの17歳ネイサン・チェン選手は4種類の4回転ジャンプに挑戦。4回転トール、トリプルトール。中国の金博洋選手は最も難度の高い4回転を成功させます。羽生結弦選手は3種類の4回転ジャンプを全て成功させる圧巻の演技。世界の強豪に真っ向から挑んだのが
宇野選手でした。4回転ループ。3種類の4回転ジャンプを成功。当時世界歴代2位の得点を叩き出しました。宇野昌磨もやってくれました。結果は羽生選手に次ぐ2位。世界のトップが視野に入ってきました。安定した4回転ジャンプでトップスケーターへのし上がってきた宇野選手。オリンピックへ向けた戦いに手応えをつかんでいました。やはり4回転多く飛んでも点数が伸びる、そして4回転より綺麗に飛ぶ人もまた点数が伸びる。本当に高いレベルの中で、その中で2位になれたということはすごく嬉しく思うんですけれども、まだ上があるっていう考えが自分の中ではあるので、もっと上を目指して取り組んでいきたいなと思っています。世界選手権を終えた直後のシーズンオフ、宇野選手は休む間もなく新たな取り組みを始めました。多くのアイスショーに参加。舞台の合間を縫って始めたことがあります。新たな種類の4回転ジャンプを習得する練習です。昨シーズン宇野選手が試合で飛んだのは5つある4回転のうちフリップ、ループ、トーループの3種類。より多くの種類を飛ぶ海外の選手に対抗するため、残りの2種類に挑み始めたのです。失敗を繰り返しても決して諦めようとしません。追求すると決めたことは必ずやり遂げるのが宇野選手の信条です。やはり練習で飛べないものを飛べれるようにするというのは、楽しいことでもありますし、目の前のことをもう全力で、その時自分がやらなきゃいけないと思ったことをしっかり自分に厳しくやっていけたらいいんじゃないかなと思ってます。オリンピックを見据え、宇野選手がさらに力を注いできたのが表現力の強化です。6月、カナダに渡った宇野選手。今シーズンのプログラム作りに本格的に取り組み始めました。最も重視したのが表現力の基礎となる姿勢。両手に重りを持った状態で背筋を伸ばすことを意識します。前かがみにならずに体を大きく見せるのです。この日は新たなジャンルのダンスに挑戦。動きの速い
ヒップホップダンス。今までとは違う体のキレを身につけるのです。その後の表情練習。What I do with my hand is I stab. Yes. So really, like if you're taking your shirt off, yes, and you wanna so up. ヒップホップの動きを応用した振り付けを取り入れていきます。表現力を磨けば完成度でライバルを上回ることができる。10日間にわたり徹底的に学びました。ジャンプをやるから表現をおろそかにしていいなんて思わないですし、僕は両方大事だなと思っていて、トップ選手にちゃんと肩を並べられるような表現を身につけて、全てを身につけた状態で皆さんと戦える選手になりたいなと思います。自分の表現は観客にどう映るのか。この日アイスショーでオリンピックシーズンのプログラムを初めて披露することになりました。今シーズンのフリーはオペラ「トゥーランドット」。2シーズンぶりに滑る曲です。音楽の強弱が激しくメリハリをつけた表現が問われるこのプログラム。細部までこだわり抜いたトゥーランドットを演じきりたいと考えていました。観客の反応は上々。しかし宇野選手の手応えは違いました。宿泊先に戻った宇野選手。もうちょっとここの出だしも強くしたいですね。気合が入ったらもっと強くなるかもしれないですけど。始めたのが映像のチェック。表現で気になるポイントを洗い出すのです。納得がいかないのは力強さに欠ける部分があること。今のこういうところもありましたけど、手がやっぱ下がってるんですよね。これをこうするだけで
やっぱり見栄えも違うので。曲の盛り上がりを全身で表現したいこの場面。無意識のうちに指先が丸まっていました。手を上にしてこうやって伸ばすだけでも絶対違うと思いますし、ただ下が良くないですね。やるならまだこっちの方が、これはちょっと弱く見えますよね、基本こういうのって、でそれまでが柔らかい曲なんで、この止めるとこぐらいは止めてもいいかなって。力強い表現を身につけたい。宇野選手はトップスケーターにアドバイスを求めることにしました。トリノオリンピックで銀メダルを獲得したステファン・ランビエールさんです。現役時代世界一の表現力とも言われたランビエールさん。音楽に合わせた体の使い方でも高く評価されていた選手です。宇野選手は新たなプログラムを作る時や振り付けなどで悩んだ時に相談に乗ってもらっていました。この日聞きたかったのは、どうすれば指先に至るまで力強く見せられるのか。僕は強弱っていうのがやはり強いだけになってしまったり柔らかいだけになってしまうっていうことが多いので、ランビエールさんは力強さを表現するには手や指先にとらわれすぎず、体の内側に意識を向けることが大切だとアドバイスしました。We need to work on the connection between the center and the end of the movement. What I think is the most important part is the center, and every movement comes from the center. It's important that he uses this greatness of the music to feel the entire ice rink with his movement and with his expression. Thank you. Thank you. Have a good interview. 9月、イタリア。本格的なシーズンインを前に宇野選手は取り組みの成果を実戦で確かめることにしました。新たに取り入れるジャンプ、4回転サルコー。そして磨いてきた表現力。体の中心を意識して力強い動きを確認していきます。
プログラムをどこまで自分のものにできているのか。大事な初戦だと思うので、しっかり自分が今どのレベルにいるのか、どれぐらいの完成度でプログラムを滑られているのか、また試合の時にどのような心境で今年は滑ることができるのかということを確認したいなと思います。Representing Japan, Shoma Uno. ショートプログラム。宇野選手は2種類の4回転ジャンプを着氷。表現でもアピールしました。成長した姿で集まったファンを沸かせました。Dai, 3, 2, 1. Grazie Marti. Qualcuno me la mandi Giulia, tu hai grazie Marti. 2日後のフリー。4回転ジャンプの種類を1つ増やして臨みます。試合で初めて飛ぶ4回転サルコー。見事に成功。全身で音楽を感じながら表現していきます。課題となっていた指先の力強さを表現する場面。体の内側から力を振り絞り、指先までまっすぐ伸ばすことができました。4種類の4回転ジャンプのうち3本を成功。表現面も高く評価され、自己ベストを上回る得点を記録しました。2位におよそ60点の差。それでも宇野選手は満足していませんでした。ジャンプは飛べましたし、今できる中では本当にいいものが出せたかなとは思いますけど、滑っていてなんかまだしっくりきていない、表現の仕方がまだ定まっていないっていうところが多々あったかなと思いました。すごくいい演技だったかもしれないですけど、まだまだできると思うので。宇野選手の尽きることがない探求心。幼い頃からの
努力によって育まれてきました。名古屋で生まれた宇野選手、スケートとの出会いは5歳の頃でした。地元のリンクでたまたま練習に来ていた浅田真央選手と出会ったことがスケートにのめり込むきっかけでした。指導したのは浅田選手や伊藤みどり選手などを育て上げた山田真知子コーチ。スケートを始めた頃の宇野選手は力が弱く、ジャンプが上達するのも遅かったといいます。どっちかって言ったら不器用だし、ジャンプ力もなくって、ただ可愛い子っていうのだけが印象にありましたジュニアの頃から国際試合に果敢に挑戦した宇野選手。強い選手と戦うことで向上心が芽生えてきました。休日を返上して納得いくまで練習したジャンプ。ライバル選手の動画も繰り返し見てジャンプのイメージをつかむ努力を重ねていきました。本人が自分で計画を立ててる練習を毎日、この時間はこんな練習していきたい、次の時間はこうしていきたい、やっぱり熱心なんだよね。それがだんだん開花してって今があるんで、あの子は本当にこうして伸びてきましたね。順調にこう伸びてきた。一つ一つ課題を克服し、シニア転向後わずか3年で世界ランキング2位まで上り詰めた宇野選手。オリンピックでメダルを狙えるまで成長した背景には、自分自身と向き合い続ける強い気持ちがあったのです。どんどん目標は高く持って、新しいジャンプが飛べてもそんなに満足せずに、まだまだやることはいっぱいあるんだ、目指すのは一番上して、自分に勝った上でやっぱり一番上に立ちたいなと思います。手紙です。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。毎日5回ぐらいは小学の演技を見させてもらってます。ありがとうございます。嬉しかったです。小学と触れ合えて、表情と全然雰囲気が違くて、本当に可愛らしい。可愛いです。普段なんかポワッとしてるんだけど、やっぱり滑るとスイッチ入ってガラッと変わるんで、そのギャップですね、やっぱり。ジュニアの頃はなんか物静かなイメージだったんですけど、今はなんか勝ちたいっていう感じがすごい伝わるなと思います。メダル取ってきてほしいなと思います。表彰台でメダルこうやってやって、ドヤ顔をぜひ、できるように頑張ります。ありがとうございました。頑張ってください。どうぞ。オリンピックでいい演技ができたらなと思います。応援の方よろしくお願いします。オリンピックシーズンへ向けた戦いが本格的に始まる10月。初戦で最高のスタートを切った宇野選手に
新たな試練が待ち受けていました。フリーで4回転を2本着氷、表現もまとめました。しかし結果は6人中3位、初戦から40点近く落ちました。なぜなのか、原因は思わぬところにありました。コンビネーションが一本も入らなかった。コンビネーションっていうのは本当に大きな点数で、複数のジャンプを重ねて得点を稼ぐコンビネーション、連続ジャンプ。宇野選手はフリーで合計3回取り入れています。4回転に勝る大きな得点が狙えるからです。宇野選手が飛ぶ4回転で最も難度が高いフリップ。基礎点は 12.3 となっています。一方、演技後半の3つの連続ジャンプ、それぞれの基礎点を足すと、最初のジャンプは 8.5、 次のジャンプは 0.5、 最後のジャンプは 5.3。 合計で 14.3 と4回転フリップを上回ることが分かります。4回転ジャンプに集中するあまり、連続ジャンプを全て失敗した宇野選手。貴重な得点源を逃していました。4回転が多くなってから、そのコンビネーションジャンプっていうのが油断していたりしているところが多くて、点数もそうですし、コンビネーションっていうジャンプをあまり侮らないようにしようって思いましたね。4回転ジャンプと表現力、そして連続ジャンプ。どれが欠けても競争の激しい今のフィギュアスケートではトップに立てないのです。連続ジャンプを自分のものにしたい。フィギュアスケートの最高峰の戦いの一つ、グランプリシリーズ直前。宇野選手は連続ジャンプに集中するため、あえて4回転ジャンプの種類を減らして挑むことを決めました。コンビネーションジャンプに関してはジャパンオープン1本も飛べなかったので、今回はちゃんと3本挑戦して試合を終えたいなと思います。今シーズン初めて出るグランプリシリーズの大会。大きな得点源です。トリプルアクセル、シングルループ。宇野選手は合計3回の連続ジャンプを無難にこなし優勝しました。宇野昌磨、挑戦のプログラム頼もしく演じてみせました。しかし続くフランス大会では演技終盤に体力が切れてしまいます。3回中2回で失敗。結果は2位。連続ジャンプが定着していない現実を突きつけられました。前半はなんとかできたけど、後半は体力も切れてスピードもなくて
コンビネーションジャンプもまだ2個残ってるんだとか、すごいもうまだ残ってるんだまだ残ってるんだっていう試合でした。演技後、樋口美穂子コーチと点数表を見始めた宇野選手。細かく見ていくと、失敗していたはずの連続ジャンプで高い得点がついていたことが分かりました。でも12点残るんですよね。そうなんです。絶対多い。でアクセルで終わったら9点ですね。9点もない。フランス大会のフリーの点数表です。注目したのは終盤の3連続ジャンプ。3つのジャンプの基礎点の合計です。宇野選手の演技の中で最も大きい得点源となる 15.73。 この試合3つ目の3回転フリップで転倒、3点減点されました。それでも最初のジャンプを単独で飛ぶよりも3点以上大きな得点を獲得することができるのです。連続ジャンプの重要性が改めて浮き彫りになりました。コンビネーションジャンプを飛ぶっていうことがいかに大きなことか、点数を見たらすごい実感できたんですけれども、やはりコンビネーションジャンプを全部飛ぶ、失敗してでもやることによって点数も大きくついてきますし、どんな状態でもコンビネーションをつけるっていうことは今後も一つ自分の中で決めたいなと思いました。海外の強豪選手と争うグランプリファイナル。オリンピックを前に自分の力を試す舞台です。明確になった課題、演技終盤の連続ジャンプを今度こそ決めることができるのか。この試合、羽生選手が怪我で出場できなかったため、宇野選手に期待が集まりました。地元開催ということでたくさん期待されると思うので、少しでも応えられるように精一杯の演技をしたいなと思います。重圧の中迎えたフリー。ターンの連続からどんな状態でも飛ぶと決めていた連続ジャンプ。4回転トーループ。3回のうち成功したのは1回でした。結果は2位。連続ジャンプを定着させることができないままグランプリシリーズを終えました。2週間後、オリンピックの代表をかけて争う全日本選手権。試合前の練習、繰り返し連続ジャンプの感覚を確かめます。1年を締めくくる大舞台で追求する演技を全て出し切ろうと考えていました。戦う相手は自分自身。自分がやんなきゃいけないことをできたらなっていう、本当に自分のことだけを考えて試合したいなと思っています。どの試合よりも真剣に集中していきたい。宇野昌磨さん。ショートプログラムでトップに立ち迎えたフリー。4回転ジャンプは2本成功。表現にも力を込めます。
そして演技終盤の3連続ジャンプ。2つ目でバランスを崩します。それでも3つ目のジャンプ、転倒せずに持ちこたえました。自分に勝ちたい、自分に負けたくない。意地でこらえた連続ジャンプでした。掴んだオリンピックの切符、追求する演技には届かなかったものの、本番での雪辱を誓いました。何回も何回もこうやって失敗をしてだからといって諦めるつもりもないので、それでもやはり練習をしていつかっていうか、次はって言ってなかなかできていないですけれども、それでも次はいい演技をしたいという気持ちで練習に励んでいきたいなと思っています。会場を出る宇野選手、悔しさをにじませていました。ごめんなさい。ごめんなさい。この日、日本代表としてテレビの撮影に臨みました。行くぜピョンチャン。オリンピックに向けて決意を新たにしています。高い目標を掲げ、常に壁を乗り越えようと挑んだ日々。自分を信じてどんな試練とも向き合い続けてきました。オリンピックで何が一番敵になるかといったら、絶対自分かなり大きな壁になると思うので、自分に勝てるように頑張りたいと思います。いい経験をしたいと思いますけど、ただいい経験だったというだけで終わらせたいとは思っていないです。憧れの舞台で自分の演技を全て出し切る、集大成の戦いがいよいよ始まります。